はい、内山光一のザ・ゴドチャンネルです。はい。はい、新しい事務所の方でね、行って、少しどなたが来ておられるかなと思って、ちょっともやもやって感じるので、例見取ってみました。前回ですね、前々回もそうですね、その事務所の壁、天井に、張り付いた思いというのがあって、で、エレナさんがね、休みの日に、天草の方に行かれて、それで、天草四郎の方が出てこられたと。はい。いうようなことですね。もう一方おられるみたいなので聞いてみたいと思います。そうですか。はい。え意外とね、あっちこっち私たち動くと、いろんな方来られるんですよね。あら、連れて帰ってきちゃったのかな、じゃあ。連れて帰るというか縁ができちゃうんですね。縁ができるんですね、うそこへ行っん。たことでね。ですね。だから、そういう方がね、こう出てきやすくなられますね。うん、無視するっていうこともありますけども、はい。ね、少ししっかり、信号が入ってきた分については、やはり、話を聞いてみようというふうにしています。はい。はい。皆さんもね、何でもない霊言みたいに見られるかもしれませんけども、結構ね、こうやってここに来られるってことは、そこから学ぶべきものがちょうどいい具合にあると思うんですよ。うん、ここに来られるためには、やはり神仏の許可がないと来られないんですね。ああ、なるほど。うん。ですから多分何らかの意図があると思いますので、皆さんもね、この霊言の中から何を学べと言われてるのかなっていうところをね、見ていただければと思います。はい。はい。それではエレナさん、準備お願いします。はい。はい。それでは私の頭上に来ていただいている方、おいでいただきましてありがとうございます。エレナさんの本におりいただき、お言葉いただければと思います。よろしくお願いいたします。うん。はい。おいでいただきましてありがとうございます。うん。すみません。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。竜である。あ、リュウジさんうん。ですかね。はい。おいでいただきましてありがとうございます。はい。はい。それではお言葉いただければと思います。よろしくお願いします。実は、この天草に、うん。この御神が来るということで、本来ならば、相当な風によって、この日の気候は荒れ模様であった。うん。それが予定だった。うん。しかし、この天草に、この方が来るということで、ぜひとも、この地を見ておくべしと、訪れるべしという思いがあり、雨雲を引きちぎって二つに分けた。あそして、そこに雨がかからないようにしたのである。それは見事に雲が分かれた。そのいる場所を中心として、半径何十キロかにわたって天気は安定した。曇り空で、暑くもなく寒くもなく雨も降らず、わずかに風が吹く。ということで、これを作ったのだ。あ。うん。だから、何のためにそこを訪れることになったのか、よく考えてもらいたい。意味なく呼ぶことはないのだ。とにかく動くことによって何かのエネルギーが動く。移動することによってそれらが動いていく。
そうすることで、行かなければならないところには、必ず導きが入るようになっている。あるいは、あれ狂った中であっても、そこを訪れることが可能になるような場合でも、それは同じことが言える。その荒れ狂ったところを見ておく必要がある時には、そのようになっている。この地に、あなた方の力を持って光を広げるということをされるがよいと思っております。そのためにこそ、まずはここがどういうところであるのかということをよく見ていただきたかった。そうして、この天草の地だけではない、ここを縁として、あらゆるところに、その必要性のある場所がある。この後も、そういったことで日本全国に旗が立つであろうということを前もって伝えておきたいと思います。必ずやその上空には竜や竜神たちがいて、これを見守ることとなっている。風が吹いても、雨が降っても、そこには何らかの意味があると思っていただきたいと思います。そして、自らが、その存在に大きな意味があるということを自覚していただきたいと思うのです。この後、数多くの移動や活動といったことが待っています。これからそのように動いていくでしょう。なので、心づもりをされよというところです。以上です。はい。ありがとうございます。はい。そういうことだったんですね。私があっちこっち行った時も天気が恵まれたのもやはりそういうことだったんですね。うん。だいぶ以前になりますけども、そうですね。20年か30年ぐらい前だったと思いますけども、天草で梅雨をしていた時に、すごくいい天気で、本当にポッカポカしたいい天気な時に、ふと上を見て、龍神さんいるのかないるんだったら何か表してほしいなって思った瞬間、ものすごい風とものすごいこの波のこの激しさと起きたんですよね。でも船頭さんも船乗ってましたけど、船頭さんもすっごく青ざめて、こんなの初めてだって言って、私はね、あ、龍神さんやってくれたんだと思って、少し嬉しかったんですけど、その時に、ありがとうって、本当にありがとうございますって思った瞬間に、さーって引いたんですよね。あれも、やはりあなた方の、力でやられたんでしょうか。そうです。もちろんそういうことです。そういうことなんですね。偶然は今回、ないのです。うん、今回エレナさんが、イルカ見に行かれた時に、すっごい数のイルカが集まってきたってことなんですけども、それはやはりそうなんでしょうか。そうです。心が通じ合ったイルカたちが反応をした。あ、で集まってこられたんですね。そうです。あ、だからすぐ近くまで来られて。うん、そうです。なるほど。わかりました。ありがとうございます。しっかりと自分たちのその、役割といいますか、果たしていきます。はい。今後ともよろしくお願いします。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。エレナさん。
はい。うん。龍神さんたちやってくれたんですね。でくれてたんですね。あれ本当にお天気図をずっと見てたんですけど、うん。本当に雲がちぎれていました。パチッと分かれたんですかね。そうなんですよ。そして私たちがいるところを中心として円を描いているんだけれど、もうまさにその中心っていう感じだったんですね。じゃあ、あなたたちが動けば、それに合わせて動いてきたんですね。動いてくれた感じです。なるほどね。うん。そうやって雲見てたらね、わかるかもしれないけど、普通だとね、天気いいんだなとか思っちゃいますよね。そうなんですよ。そしてさっきまで雨が降っていたのに上がって、うん。そして雨上がりのうんちょっと日が差してくるぐらいの感じのね、うんうんそんなお天気で、十分にイルカを見に行くこともできて、なんかイルカたちもそういう天気だったから余計に集まりやすかったのかわからないんですけど、結構たくさんね、いました。うんね、で、先祖様も言っておられたんでしょ、こんなにいっぱい集まるのラッキーだって。って言ってましたね。だいたい200頭ぐらいはこの辺りにいるって、うんうん言ってたんですけど、その時何頭いたかわかりませんけれど、うん見れない日もあるそうです。うん。でも、たくさん集まってきて、そして、うんその日はそのイルカをウォッチする船がうん3隻か4隻出てきたんですけど、うんいつもはもっと船が行って、うん競争するんだと、場所取りに。なるほど。うん。今日は少ない方ですって言って、だから、あの、ゆっくり見れたんですね、私たちもね。イルカもなんかすごく多かったですね。で、ぐる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 回ったりとかしてましたね。そうでしょう。そうなんですよ。で、イルカさん、こっちだよって、こっちにおいでって呼んだら、ヒューッと来たんですよね。うんうん、すごだから、いね。来たーっていう感じで。うん、それで鼻水じゃないけど、あ、そう息を吹きかけられたんでしょ、ざわいや、っと。そう、なんか、息なのか、水しぶき、とにはい。かく、顔にかかって、うん、塩っぱかったですね。うん。鼻水がついてたかもしれませんね、イルカさん。イルカの鼻水かもしれません。それはわかんないんだけど。うん、でもまあ、くらい来うん、そのくらい近くまで来られたんですね。てくれたっていううん、感じですね。うん、さあ、天草に行った理由もしっかりしなくちゃいけませんね。今度またね、いろんなところにまた動く予定になってますんでね。はい。そうでうん、すね。いろんな地域にね、私たちが多分出ていくかと思いますけどね。はい。見つけられるかもしれませんね。ああ、うん。そうですね。どうしようね。ほんとほんと。うん。うん。エリナさんこんな格好してますんで。あ、そう、私こんな格好なんで探してください。これで安心だね。もう絶対見つからないわな。歩いてるかもしれません。この姿で。ね。はい。ですね。じゃあね、ただそうやって迎え入れてくれてるってことで、しっかりね、はい。そうですね、私たちも気を引き締めていかなくちゃいけませんね。はい、そうですね。うん。ヘイトで神宮行くときもいつもね、なんか、神様たちいっぱい集まってくれてて、うん。入れてくれますのでね。はい。うん、いろんな神社あたりも、ね、神様がいないような神社も、行くことによって神様が降りてこられるかもしれませんね。そうですね。うん。そういう意味では、何かちょっと寂れた神社でも、うん、うん、息を吹き返すうん、ことができるかもしれませんね。うん。地域全体でもね、うん。お寺でもね、ですね。いろんなところね、自然もうん。含めてね、山も、そうです。だうん、から、なんだろう、神様がいなくなっちゃってる神社には、うん、うん。他の者たちが住んでいたりするので、そうですね、結構いますね。うん。で、そういうものを払って、うん、うん、清めていくことで、また神様が降りてこられるっていうことはうん。あると思います。まあ、ああ、ちょっと話、まあ似てるけども、山登りするときに、山入るときに、ここから山だなという、なんとなく気がするんですよね。で、そこで帽子脱いで、今から入らせていただきますってお祈りするんですよ。うんうんうん。そうするとね、なんかね、迎え入れてくれたみたいな感じで、ああ、うん。で、私が来たことをね、もうずーっとこう広げてくれてる感じで、うん。
うん、そんなのなんかこう感じますね。あ、そういうことね、あるんだと思うんですよ、本うん、当に。あるんでしょうね。うん、木もね、伝えていくんでしょうね。そうなんですよ。うん、だから、その地域の住んでる人たちうん、の信仰うん、心が厚ければ、うん、様もいらっしゃるけれど、うん、そういう信仰心がなくなっていくと、うん、いらっしゃらなくなって、うん、うん。代わりのものが居座ってるという、そうですね。うん、そういうことになっちゃいますね。よく伝わるね。んだと思いますね、だはい。から。だからね、このチャンネル見ておられる中で、皆さんの中にもやはりそこそこの悟りをね、開いている方たちいっぱいおられると思うんですよ。はい。その方たちもね、やはり自分が動くことによって光が広がるというふうに思ったらいいかと思いますね。そうですね。で、いろんなところに行った時に良き思い、を出されたら、そこが地域が良くなっていくという感じになりますね。そうですね。仏性にあるものがですね、仏弟子であるとか仏性にあるものが、うん。またこのチャンネルでね、縁ある方が、地域でね、自分の心の思いで、光をね、届けていただければと思いますね。ね。なんうん。かこう、神様の力にね、あやかろうと思っていくと違うんですよね。そうですね。奪うん。う方になりますのでね。そう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 。だから感謝をしていくということうん、ですね。敬っていくという。そうですね。うん。このチャンネルはね、天上界とつながってますので、うはい。ん。それを見られた方のあなたたちですね。皆さんですね。はい。うん。ということは、縁があったと。非常縁が。に近い縁があるとはい。いうことで、少し近いもんだとうん。いうことで、その思いをね、その神社とかいろんなところに広げていただくと、うん。お寺でもそうですね。仏はい。教ですね。うん。うん。ですね。ブッダとね、うん、少しは縁があるもんだと。はい。声を聞いたってブッダの声を聞いたもんだということでね。本当はね、そういったね、神様の声を聞いただけでもすごいことなんですよ。あ、そうですよね。うだから、ん。ブッダの声を、ね、言葉をこのチャンネルで聞かれた方、うん。イエス様のね、言葉を聞かれた方、ヘルメス様の言葉とかね、いろんうん。なね、その種の言葉とか聞かれた方は、本当に近き方というふうに思っていただいて、はい。地域にね、その光を広げていただければと思います。うん。ですね。私たちもね、いろんなところ回っていきますので、ぜひね、またお会いすることができればよろしくお願いします。お願いします。声かけていただければと思います。そうですね。うん。印は内山さん。そうですね。結構ね、私とエレナさんではね、結構漫才やってます。バカみたいな漫才しながらね、結構歩いています。もう本当に関西風に私も完全になんとなくね、洗脳されてしまいましてね。最近エレナさんがちょっとボケがあったらツッコミが足りないから、俺言わすごいね。ないのとかね、逆に言ったりとかね。とも言われたとこですよね。ね、そんな感じでね、やってますので、はい。なんかね、ニコ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 してるのがね、集まってきたら、また二人が来たらね、うん。ひょっとしたらと思っていただければと思います。そうですね。うん。さあ、演奏しなきゃいけないね。うん。私も、アバターになろうかな。あ、がいいかも。エレナさんが普通の姿で歩いて、私がアバターで歩けばいいんだ。うん。そう、そしたらわかんない。わかんないかもしれません。はい、バカなこと言っております。はい。はい。しっかりね、自覚持って、この国を変えていきたいと思います。どうか、皆さん頑張っていきましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。魂の光セッション。概要欄のリンクからお申し込みください。